はい、こんにちは。ザッピーです。今日はですね、ポール・マッカートニーの I will じゃなかった。昨日が I will でしたね。今日は My Love の話をしたいと思うんですけれども、ちょっとね、その前に、先ほど申しました I will とか、恋に落ちたらというね、話をここ数日してきたんですけれども、ちょっと嬉しくなりましてね、皆様にまたまた感謝の言葉を述べたいと思います。というのは、僕の周りでね、もうすでに I will だとか恋に落ちたらなんていう話をしようと思っても、話が通じる人間がおりません。みんな年を取ったのかもしれませんし、まあ実際それはあるでしょうね。で、もうビートルズの音楽も聴いてないし、いいね、いいねってこう本当感情的なね、盛り上がりを持って話をするっていうことはもうできなくなっちゃってるところがありますね。本当にないです。みんなある意味では老化したのかもしれませんね、感性もね。逆に言うとこっちがただのガキなのかもしれませんけれども、ただね、えーっと、今回もね、こう見ていただいた方のコメントとか、もリアクションがね、嬉しくなりましてね、こんなに話が通じるんだなっていうことで、やっぱりビートルズファンはいいなと思いましたね。なんか仲間だなみたいなね、勝手にそう思いまして、嬉しくなりましたね。逆に言うと僕の周りにも仲間が消えたのかなと思うと寂しいんですけどね。まあ、でも本当に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。こちらは勝手に盛り上がらせていただきました。ということで、マイラブに戻りたいと思うんですけれども、なんかね、今日も含めてポールの話題がちょっと多いんですけどね。まあ、ぼちぼちジョージとかジョンに振っていきたいと思うんですけど、今日はポールです。で、マイラブのですね、何の話かというと、まあ、レッドローズスピードウェイに入っている本当のバラードで美しいってその通りですよね。まあ、大好きですよ。まあ、僕はレッドローズスピードウェイっていうアルバムがめちゃくちゃ好きなんで、やっぱり定期的にこのマイラブっていうのは耳に入りますね。本当に大好きなアルバムであり大好きな曲なんですよ。で、まあ、これがね、なんで今日語りたいかなと思ったかというと、ちょっと自分でこう弾いてたんですよね。ピアノでこう弾いてね。勝手に少しこう鼻歌みたいにして歌ってたんですけれども、弾いててちょっと思い出したんですよ。この曲って、あの、スタートから一段落するまでが、11小節でできてるんですよね。ピンとくると思うんですけれども、普通11小節の曲なんてないんですよね。ありえないんですよ、普通。普通おかしくなるんですよ、どっか。聞いてて。だけど、全然おかしくない美しいバラードじゃないですか。こういうことが、ポールって時々起きるんですよね。まあ、最たるものがイエスタデーですよね、まずはね。あれも7小節ですよね。普通だったら8小節取るはずなんですよ。マイラブだったら12小節取るはずなんですよ、普通は。それが、ポールの場合、もうポツンとぶっ切れるわけですよね。それでも全然ぶっ切れた感がしないというか、むしろ完結してる感じがするわけですよね。全然問題なく。この人って何なんだろうって時々こうやってね、演奏したりすると思うんですよね。恐ろしいですよね。ありえない。例えばアメリカのブルースなんか言うと、やっぱり12小節ってのはもう絶対的に決まってるので、それ以外だと違和感を覚えるんですよね。それ以外のブルースなんて逆に言うとありえないぐらいなんですよ。まあでもそれはブルースに限らず、どんな曲でもですね、おそらく小学校の時からの音楽の教科書を見ていくと、大抵はちゃんと偶数で切られている小節になってますよね。4小節、8小節、12小節、16小節。それが当たり前なんですよね。リズムで区切っていくとそうなるはずなんですよ。というのは大体こうリズムっていうのは倍々倍々でみんな作曲がなされるので、そうですよね、大抵ね。なので、あの、基本的にはね、ポツンと切れるような奇数で終わるっていう小説はありえないんですよね。本当に。ところが、ポールの場合はそれが起きるということなんですよね。困っちゃいますね、これがね。なんであんなに綺麗な曲なのに、何の違和感もない曲なのに、11小節とか7小節でぶった切れてて、おかしくないのかというふうに、やっぱりこっちは悩むわけじゃないですか。聞いちゃうとね。で、一回それすごい考えたことがあるんですよ。
ガキンチョの時に。で、その時のガキンチョの時の回答が、実はね、今日の今日まであんまり変わってないので、僕は進化してないのかもしれませんけれども、改めて今日もそう思ったので、忘れないうちにまた語っとこうという具合なんですよね。おそらくポールの場合は、イエスタデーなんかは自分でも言ってますけども、夢の中で、鳴っていた音楽だったということですよね。で、夢の中でっていうことですから、おそらくリズムはその時なかったと思うんですよね。メロディーが流れていたと思うんですよね、きっとね。うん、おそらくですよ。で、全く推測なんですけどね。おそらく、マイラブの時も、彼はリズムを取りながら、すごいリズムを取りながら作っていったのではなくて、もしかするとですけれども、いくらピアノを弾いたりギターを弾いてたとしても、もしくは弾いてないなら余計ですけれども、口ずさむということで、メロディーを先に作っていったんだろうなと、イエスタでもそうですけれども、そういうふうに思ったんですよ、僕はね。っていうか、そうならば納得できるんですよ。つまりですね、イエスタデーで言えば、イエスタデーってこうありますよね。歌ってみるとわかるんですけれども、繰り返している旋律がないんですよね。ないんですよ。普通だったらば、繰り返すんでね、なんていうかね、繰り返して作っていく曲っていうのは、要するに本当に多いんですよ。どんぐりころころ、どんぐりこ、お池にはまってさあ大変。要するに、そういうふうにやった方がいい曲っていうか、覚えやすいし、作りやすいんですよね。本当に人にも覚えてもらいやすくてキャッチーな曲になるんですけれども、イエスタデーなんてずーっとメロディーが流れていって、繰り返しになってないんですよね。でも、ずーっと流れていって完結した時には、すべてのものが一塊になって、ものすごい綺麗なメロディーになってるんですよね。長いメロディーになってるんですよ。繰り返しじゃなくてね。で、そこで、ちょっとね、確信めいと思ったのは、明らかにポール・マッカートニーがこういうものを作るときは、メロディーがどんどん出てくるんだろうなと思ったんですよね。どんどんメロディーが出てきて、ずーっと歌っているうちに、必要な分だけね、メロディーが出てきて、必要な分のメロディーが終わった時に、それはただ単に7小節だったということなんだろうなと。別にリズムがあって、リズムに乗って歌ってるから出来上がっていくというプロセスではなくて、メロディーというのが彼の場合は間違いなくどんどん湧き出てくるわけじゃないですか。これだけは間違いないと思うんですけれども、その湧き出てきたメロディーをずっと自分で歌って、自分で自分を追いかけるように歌っていって、最後に、Oh, yesterday っていう風になった時に、7小節だったんだろうねっていうふうに思うんですよね。それならばですね、逆に何小節だって構わないわけですよね。自分のメロディーが出てきてずっと歌ってたらばそこまで行ったという、そこで終わっただけですからね。で、それであれば、マイラブもきっとそうなんだろうというふうに考えると、すごい辻褄が合うんですよ。なので、その辺が全部が流れているものが一塊になって11小節。それが11小節終わるまでポール・マッカートニーの口ずさんだメロディーは終わんなかったっていうことですよね。ええ、切れなかったと。でも途切れて、綺麗に途切れた時に11小節だったということなんだと思います。思いました。当たってるかどうかは全くわかりません。本人に聞くまではね、教えてもくれないでしょ。てか、ポール自身もそんなのも覚えてないと思うし、きっと、ポール自身も7小節なのか、11小節なのかっていうのは、考えたこともないでしょうし、関係ないんでしょうね、そういうのはね、きっと。恐ろしい人ですよね、やっぱりね。本当に恐ろしいですよね。こういう自然プログレッシブロック、自然にやってるプログレッシブロックっていうんでしょうかね。こういうことが起きる人ってそういない。いや、僕は他に知らないかな。ジョン・レノンとポール・マッカートニー以外には、
こういうことはできるっていうのかな、こういうことになっちゃう人は知らないですね。うん。いるかもしれないですよ。いるかもしれませんけど、僕の、狭い知識の中では知らないですね。今出てきたね、プログレッシブロックのバンドっていうのは1970年代以降特にたくさん出てきますけれども、みんなそういったわざわざやるんですよ。これは10小節で終わろう、11小節で終わろうとかね。わざわざ、転調して、ガンガン転調を入れてみたりね。わざわざリズムを、本当に変拍子にしてみたりとやるんですけれども、ポールとかジョンっていうのは、こういうことを、こういうふうに今のように、自然にやっちゃうんですよね。自然にやっちゃうから分かんないんですよ、こっちは聞いてる方はね。もう、奇妙なんですよ、普通考えたら。やっちゃいけないことっても言ってくる、もういいぐらい。あの、おかしいんですよね。でもそれをやってて全然おかしくないんですよね。ポールとジョンは。あの、やってることがあまりに自然でありながら、で、中を覗いてみると、とんでもないことが起きてるんですよね。理論的にこんなことないだろう。普通起こんないだろうということが起きてるわけですよね。昨日、一昨日にね、お話しした恋に落ちたらで言えば、イントロだってそうですしね。普通はね、あんまりうん、ちょっとわざと考えつかないとやんないようなことなんですけれども、彼らはそういうの普通にやってんですよ、年がら年中ね。で、ポール・マッカートニーに至っては、こういう、もう、音楽の異端児みたいなね、ことをやってるにもかかわらず、もう超名曲になってしまうわけですよね。で、これもやっぱり、すべてはこメロディーを、自分のメロディーを作るのを優先してやってった結果、素晴らしいメロディーができて、それが終わった時が、あくまでも7小節であり、11小節目であったというだけのね、結果論なんだろうなっていうふうに思うようにしてます。もちろんね、リズムに乗っかって歌う時もあれば、リズムに乗っかって作曲する時もあるでしょう。そういう時はこういうことは起きにくいかもしれませんけれども、特にポールはメロディーで作ってる時には、きっとリズムというのを度外視して作っていて、それはポールの中では理論的には OK なんだというふうに思った次第なんですよ。ということで今日はこの話をしたいと思いました。はい、ありがとうございました。失礼します。